タイプ 03B、蒼月。コードギアスのゲーム作品、コードギアス、反逆のルルーシュ、ロストストーリーズ、ロススト、に登場する、ゲームオリジナルのナイトメアフレーム。インド軍区の天才科学者、ラクシャータ・チャウラーにより開発された、グレン2式に連なる機体であり、ブリタニア軍主力の、第5世代ナイトメアに対抗するため、開発中であった、量産型ナイトメアの試作機を、戦闘用に調整したものが本機である。機体カラーが青であることから、調整前は、旧ゲーム作品、ロストカラーズの主人公機、月下、先行試作機の姿だったのかもしれない。機体形状は、双眼式カメラが目立つ頭部や、左肩部の大盾を除き、月下と全くの同一。射撃武装を一切持たず、中距離兵装は、胸部の非演奏がのみと、パイロットには、近接戦闘における高い技量が要求されるが、シミュレーターでの特訓や、専用機の青いブライで、ナイトメア線をくぐり抜けてきた主人公にとって、本気を御するのに、さほど時間は必要なかった模様。ちなみに、ラクシャータが送り出したナイトメアは、本編、反逆のルルーシュの終了後に、製造国の設定が、日本から、中華連邦インド軍区へ変更されていたが、ロスストのストーリーは、設定変更前の、本編に準拠しているためか、劇中のセリフにて、本機や、グレン2式を指して、完全な日本製のナイトメアとしており、ブリタニア製と比較して、最低限の補給による性能維持と、長時間稼働を設計思想として取り入れた、レジスタンス向けの機体であるなど、復活のルルーシュに登場する、グレン特式から逆算した設定が、採用されている。蒼月の、主な武装について、回転刃なぎなた。穂先の刃が高速回転する、槍型の回転刃刀であり、穂先は、ワイヤー付きで射出が可能。後の月下が装備する、回転刃刀や、青銅刃、特艦昇格等の要素を合わせ持つ、試作機ならではの武装となっている。大盾。左肩部にある武装で、本機の特徴とも言える。先端部3本の鍵爪によって近接戦闘に対処可能だが、独立稼働する第三の腕というわけでなく、使用には左腕部の駆動が必須。またナイトメアの兵装には珍しく、爆発反応装甲が搭載されており、劇中では、ランスロットの MVS を絡め取る活躍を見せた。プレイアブルユニットとしての蒼月。ロスストの配信当初は、プレイアブルユニットとして実装されておらず、第6章開幕ミッションのクリア報酬として入手可能となった。開幕ミッションは、期間限定であり、すでに終了しているが、課金による入手が可能である。ステータスは、アタック、ディフェンスともに高めであり、敵をせき止めるブロック数増加、スキル、一刀両断による固定ダメージと、敵ユニット2体への、同時攻撃が可能なことから、評価は高めだが、主人公が、今現在も実装されていないため、スキルレベルが上がる専用機補正がかからないのが、残念なところ。蒼月の主な活躍について、ロスストの劇中では、第6章、ミチテラス青木月の序盤にて、反ブリタニア組織を支援する、京都グループから、黒の騎士団へ供給されたナイトメアとして、ブライや、グレン2式と共に登場。ゼロから起動キーを受け取った主人公は、本機の専属パイロットであることと、グレン2式が本領を発揮するため、遊撃を主な役目として言い渡される。本機の初実戦、成田攻防戦では、グレン2式による逆落とし後、ブリタニア公女、コーネリアとの合流を目指していた、ダールトン隊の残存戦力を強襲、足止めを行い、その後に、スザクに追撃されていた、09円。ランスロットにはかなわなかったが、C2 のショックイメージで、スザクが暴走した際に回収され、機体ともども無事生還した。第7章、真実との距離以降では、主人公が、ブリタニア軍へ潜入する流れになっているため、しばらくは登場しないと思われる。後のペンデュラムと比べると、どうしても武装面が貧相なので、再度登場する際は、ラクシャータの手で、第9世代相当に匹敵する、魔改造を施していただきたいですね。以上、蒼月、でした。今後も、主にコードギアスや、
その他の作品のメカも、解説していきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録や高評価の方を、よろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺で、